Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Welcome to Downtime with Ken. I'm your host Ken. Downtime with Ken ようこそ、Ken です。今日はロマンチックのび太ツアーズのワッキーが来てくれました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。初めてバンドじゃない方が、来てくれたということで緊張しちゃうね。ワッキーってあんま人のこうカメラの前で喋ったりとか自分がやってることをこう説明するっていうかさ、そういう機会ってある？いやほぼないね。それこそツイッターとかブログもやってるけど、口でちゃんと自分でいろいろ話したりとか、伝えたりっていうのはほとんどない。じゃあもう今日はたっぷり話させていただきます。たっぷり3時間。たっぷり3時間。ロマンチックのび太レコーズ、最近は、RNR ツアーズって名前で海外アーティストのツアーとか、ツアーを主にやってる脇田と言います。最近俺ワッキーが何をやってるのかがもちろんツアーを組んでるってのはもう知ってるんだけども、そのね詳細というかどうやってさそのレーベルこうリリース CD をリリースしてる人じゃない人がこうやってツアーを組んだりっていうのがさもう分からないからさ、何してんのワッキーは今のメインになってるのはもうツアーなんだよね。で海外からバンドを呼んでそのツアーを毎月 2,3 本ぐらいやって、で俺はそれで、主にそれで暮らしてる感じなんだけど、最初のきっかけは、これを撮ってるマットなんだけど、でも実はね最初はブログからスタートしてでアフターテナイトを紹介したりとか、で海外のバンドを紹介したりっていうブログをやってるうちに結構いろんな人が、見てくれるようになって、でその中でコンピレーションを作ろうっていう企画がまず立ち上がって、オーストラリアと日本のバンドだけを集めてコンピレーションを作ろうっていうのが最初だった、でその時はもう全然ツアーとかする気もなくて、英語も全然喋れなかったし、でそこにアッパーナートムってオーストラリアのバンドが参加してマットのバンドなんだけどそしたらアッパーナートムからメールが来て、ちょっと日本でライブしてみたい、でインドネシアとかマレーシアとか行くから日本も行きたいんだっていう話をもらって、じゃあちょっとやってみようっていうところからまた最初のツアーが始まったんだけど、でそのツアーは結構いろいろ大変でお金とかねお金のことも大変だったし、それこそ2月だったから寒くてメンバー体調崩しちゃったりしていろんな良くないことが起こったりしたんだけど、でもやり終わった後これはもっとやりたいと思って、でそっからじゃあどんどん良くしていこうってやってるうちにもう毎月2回ぐらいできるようになったんだよね。ワッキー一回ベース弾いてなかった？ベース弾いてた。覚えてるよね。バンドアトムだよ。そうアバンドアトム上手だったけどそんなことないよ。ベースいいねみたいな。2週間ぐらい1ヶ月ぐらい前かな、2週間ぐらい前かな、マットからメールが来てベースがいないじゃあもう俺が頑張るっつって、でマットがベースを弾いた動画を送ってくれたんだよね確か。その時に、ベースのわからない、わらなかった1日2日ぐらい勉強したベース後でビデオを撮って弾いて、出したすごい。でもブラッドよりワッキーの方が上手。本当マットそれレコーディングされてるからね。ブラッド聞いてるかもしれない。日本語だから大丈夫だよ。もともとさ、そのブログの話にちょっと戻るんだけど、もともとワッキーのブログって、そうだね、ポップパンクっていう音楽から入ってないよね。入ってない。任天堂コアみたいな。任天堂コアだよ最初。すげえのばっか上げてんなってイメージだった俺。ロマンチックのび太レコーズって名前も、任天堂コアすごい意識してる。その時任天堂コアっていう音楽があって、それどういう音楽かっていうと、その8ビットミュージックと、ビットコアとか言われるやつだね。を
もっとそのデスコアとかメタルコアとかっていうものとこうブレンドしてオンラインミュージックの一つとしてこうバーってこうちょっと話題になった音楽なんで、そのテーマの中に任天堂のキャラクターとかそのゲームミュージックっていうのはすごい大きなパートになってて、でバンド名にもその影響っていうのがすごい強く出てて、ハローキティスーサイドクラブとかそういうプロジェクトの名前とか、マリオキルドピカチュウとか俺はもうそれに虜になっちゃったの、面白すぎると思ってお前何しようかなと思った時に、まあのび太すごい俺好きだから、ドラえもん大好きだから、ドラえもん大好きだドラえもん大好きだからロマンチックのび太とかいいんじゃないかなと思って。パッて浮かんだのそれ？いや全然、いや最初いろいろ候補があって、のび太は決まってたんだけどでそこにこう何かを付け加えたいと思って、こうドリーミングのび太とかぽいね、ぽいでしょ、一番やべえやつブルータラデスメタルっぽい感じのパソロジカリのび太みたいなパソロジカリのび太ってやばいねだからもうそういうのとかもちょっと考えたけど、まあロマンチックのび太、ちょっとよくわかんないじゃん、ロマンチックのび太って何、まあね。でもロマンチックのび太って聞いた人は多分それ結構覚えてるんだよね、一回聞いただけで、覚えてる。任天堂コアとかのドイツのバンドとか出したりとか実はしてて、あ、そうなんだ。そう最初それこそ CD 作ったりしてたんだけど、はいはいはい、ちょっとリリースじゃねえなと思って、はいはいはい、全然そのお金も戻ってこないし、10枚ぐらいしか売れないしっていうので、まあそこで一回任天堂コアを終わりにして、で自分がその時ハマってたポップパンクとかっていうのにこうフォーカスしてって、そのうちコンビができたって感じだね。だから最初はもう全く別の任天堂コアが始まったんだけど、メタルコアとかポップパンクにもがこう中心になって発展していったって感じなんだよね、一番気にしなきゃいけないことってやっぱお金のことだったりするんだよね、いやらしい話っていうかもう真面目な話として、音楽がやっぱアンダーグラウンドだから、そのアンダーグラウンドのミュージックの中でミュージックシーンの中でいかにそのプラスを出してバンドにギャラを払わなきゃいけないっていう状況の中でツアーをコンスタントにやっていくかって中でたどり着いたのがスタジオライブってなったけど、ステージがないとこで、もちろんライブハウスでやるってのも一つの経験だけど、スタジオライブってのはあとね、うちらってこう日本だから家でライブすることないじゃん、ハウスショーみたいなの、一番近いのスタジオライブなんじゃねえかなとか思ったりもして、近いしさ、ステージもないし、だからそういうとこもちょっと憧れというかはある、正直。確かにカルーセルキングスってポップパンクバンドを呼んだ時にスタジオライブやったんだけど、キャパ50ぐらいのところに120人ぐらい集まっちゃったもうすごい熱気だったのよ、でもその熱気もすごく今もすごく覚えてるし、バンドもその時の熱気、お客さんもその時の熱気をすごく覚えてて、その時の話をしてくる人も結構いまだにいたりとかして、だからライブハウス以上に、別のところで得られるものも多かったりとか、うちらはお金セーブしてその分飛行機代とか、そのホテル代とかに回すことができてっていうところでいいこともあったりとか、だから続けていく上でスタジオライブっていうのは結構重要なことかなとはすごく思って、でうちらはガイタレのライブを無料でやったりとか実はしてて、で入場の時にチップ入れてくれって言ってて、でそれだけでその日のスタジオ代とその車代とっていうのをちゃんと作ることができたんだよね、一回。すごいね、それは。そうびっくりした俺も。だからもう完全赤字のつもりでやったんだけど、その逆にプラスが出て、でそれを2バンド出てたんだけど2バンドに渡したりとか。ワッキーが組むツアー、何個もやってると思うけどツアーを、毎回来る人とかさ、そのもう言ってしまえば、バンドじゃなくて、ワッキーのツアーだから行くっていうさ、そのツアーに対するファンベースとかいるんじゃない？いると思う、どのジャンルにもいる人がいて実は結構それが地方に行った時はそこに必ず来る人とか、でお酒飲んでバンド見て楽しんでっていう、で結構うちらが呼ぶバンドってお酒すごい好きだったりとかパーティー好きなやつらが多いから、マットとかねパート好きそうパーティー好きなんだ、だからすごく雰囲気が良くて、でその雰囲気を持ったままこうツアーしていくから、すごくそれが
お客さんは見ててもしかしたら楽しいかもしれない。そのお客さんたちと俺らも喋ったりとかして、次こんなバンド呼んだりとか、このバンドこういうバンドでとかっていうのをこう話しながら、その地域を熱くしていくっていうか、っていうのが今ある感じかな。だからそこにお客さんが来てる感じだと思う。そのうちらのコミュニティにこう入ってきてる感じだと思う。どうやって組んでるのその場所は、そのツアー、そうそう。それこそなんだろう、プロモーターっていう人がいて、はいはいはい。で、プロモーターっていうのは各地でイベントをやってる人たちなんだけど、その人たちとずっとつながってて、こんなバンドが来るんですけど、こういう条件でやりませんかとかっていうところで、そのバンドに合わせてブッキングをしていくんだけど、その音楽が有名だからとかっていうところで決めてるわけじゃなくて、本当面白そうだから行く感じだよね。でその来るバンドもやっぱり大きなバンドではないから、CD をたくさん売っていっぱいプロモーションしてっていうだけじゃお客さんってやっぱ集まらなくて、だからプロモーターに頼るとこもすごくあるし、あんまり海外バンドが行かないとこにうちらは行くべきだとすごく思ってて、でそこにもしかしたらお客さんがいるんじゃないかっていう、挑戦もあるんだけど、交渉で一番大変なとこって何？お金だと思うよ。やっぱり、お金は本当に大変お金は本当に大変だろうね、だってギャランティーってこと？そうギャランティーもそうだし、彼らもその日本に行って何を得るかっていうところ、もちろんビジネスで来るバンドもいるし、ただ遊びに来たいからっていうバンドもいるんだけど、それをこう見極めてどういう条件でオファーするかっていうのを決めるんだよね最初に、だからただ日本に来たいバンドだったらそれこそ宿泊代とか車代とかっていうところはカバーするけど、フライト代は自分たちで払ってくれとか、そういう条件でできるんだけど、しっかりビジネスで来たいバンドに関してはフライト代も出して毎日のギャランティーも出してっていうのをやんなきゃいけないから、すごいね。それをどうお金を作るかっていうところが一番大変なんだよね。じゃ逆にさ、日本のバンドをブッキングすることってあるの？ツアーを今年の1月頭、それこそ元旦なんだけど、オールファンのブライトアイツってバンドがいて、名古屋のそのバンドのインドネシアツアーっていうのを組んだ、はいはいはい、で例えば日本のバンドが日本をツアーするっていうのはみんなできると思うんだけど、日本のバンドを海外に連れて行ってツアーするっていうのは多分あんまないと思うから、もちろんあると思うんだけど、でうちらの新しい一歩として日本のバンドを海外に連れて行くっていうのを今年の1月にオールファンドインドネシアに連れて行ったね。結構日本人が思ってる以上にインドネシア音楽のマーケットでかくて、お客さんももう人口がまず日本2倍だから、そのライブに来る人の数もすごく多くて、でオールファンドも別にインドネシアで人気なバンドではないんだけど、オールファン日本のバンドが海外にインドネシアに行った時の反響っていうのはすごいでかくて、で自分が思っている以上にたくさんのお客さん集まって、そのお金的にもしっかり自分が予想してた通りできたっていうのはでかくて、今も日本のバンドを海外に連れてこうっていうのはすごく自分の中であって、カナダとかあと今オーストラリアとか結構いろいろ話はしてるところ、インドネシアの人たちからメッセージちょこちょこ来るんだよね、それは多分そのどっちのおかげなんだけども、だいたいどっちと一緒に写真撮るとフォロワーが増えるからすごいよすごいなんかね、インドネシア人が言うにはどっちは日本でいう時をみたいな感じでスーパーマーケットとかのさ、なんかカップラーメンのやってるにどっちが乗ってたりとかするんでしょ、スーパースターの映画みたいなのもあるんだよなんか映画に出てんだってマジでめちゃめちゃ面白いよインドネシア、どうだった？いやもうほんと衝撃、ジュラシックパークだよもう熱量が半端ない。どういうことでもキッズたちの音楽に対する情熱のレベルが違う本当に、それこそいろいろ調査してきたんだけど俺は、あっちの音楽事情ライブのチケット代がだいたい200円300円ぐらいらしいのインドネシアって、あっちの物価に合わせたとしても、だからすごくその小学生中学生っていうのが主なお客さん層なんだよね、あっちのでその子たちが今流行ってることの一つとしてもうバンドのライブに行ったりとか服買ったりとか、そういうことが例えば日本の子供で言うとゲームやったりとか、そういうことの一つだと思うんだよね。
その若者の生活の一部として音楽がすごくあってバンドがあってっていうところでフェスもいっぱいあるしっていう、だからその音楽の厚さにまず驚いた、じゃあもう人も多いし若いんだ。じゃあみんな若い12、13歳だと思うよ本当に。本当に。でうちら行った時は2万人いた。マジで？お客さん2万人いました。もうサマソニみたいな感じ。それはフェスじゃないの？フェスあフェスなんだけど、なんか街の代々木公園みたいなとこがあって、でそこをもう全部ライブハウス会場にしてるすげえ、の、であっちはクロージングブランドがすごい数があって、すごい数のクロージングブランドがあって、でそのクロージングブランドが集まってる中に音楽のステージが3つ4つぐらいあって、インドネシアの今流行ってる音楽がやってるみたいな、ワープドみたいな感じだ。そう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 。バンド数って結構出てるのそれって？すごく多かったもう100以上。100、ワンデイそれ違うでしょ。3日間ぐらい。それはパンクなの？いやもう何でもあり。へびっくりしたのが、うちらの前日に出てたのが EDM の超やばいやつ出てて、でオーストラリアのメイクゼムサーファーって知ってる？とかも出てた。結構メジャーなバンドだったりするんだけど、あと内田裕也でしょ。ジャカルタ48。あその前の年は日本の AKB みたいなえアイドルが出てたりとか、すげえな。どのツアーにももうトラブルはつきもので、99% 準備するわけ、1週間ツアーが始まる1週間ぐらい前に、ここ行ったらここで飯食って、でこの空いた時間でここ観光して、でも全部準備してるんだけど、絶対うまくいかないんだよねそういろんなトラブルはある。で途中風邪ひいたりして倒れちゃったりとか、一回ね喘息持ってるやつがいて、ツアーファイナルの前日に喘息が発生しちゃって、でも病院行って、そ持ってなかったんだ薬。う持ってたんですけど、その時にすごい重要なことが判明して、そいつはその器具の使い方を完全に間違ってたんですよ。喘息の器具ってなんか吸引した後5秒ぐらいこうストップしなきゃいけないらしいんだけど、そのストップをせずにすぐベーって入っちゃってて、効いてなかったんだって薬が。で医者に行ってその使い方が判明したみたいな。へでもうお医者さんありがとうって言ってファイナルの会場行ってライブしたりとか、もうキャンセルするかしないかの直前まで行って、もうバンドはもうキャンセルするって言ってて、でも俺はもう絶対キャンセルしないっつってで俺がもうギター弾くぐらいな感じで曲ちょっと聴いたりして覚えたりとかしたんだけどなんとかもうそいつはできたりとか、もうほんとトラブルばっかり。でもやっぱりいいツアーを終えた後は、その快感みたいなのを忘れられず、毎回もうやんねえと思うこんなんだったら普通に働いた方がいいわと思うんだけど、いややっぱツアー最高みたいな、思って今まで続いてる感じかな。いいね。じゃあこれからちょっとね、俺も音楽をやるんで、ちょっとねつながっていければチケットいっぱい売ってくださいというわけで今日のゲストはワッキーでした。ありがとうございました。じゃあまたね。See you later。お疲れ様です。はい、カット。